どうも、おかしんチャンネルです。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。このチャンネルでは、レコーディングに使う機材、特にマイクとかマイクプリアンプとか、いろんなアウトボードの話を、いろいろとできたらなと思っています。今日のテーマはですね、あなたが1本目に買うべきコンデンサーマイクということで、初心者の方向け1本目に買うべきコンデンサーマイクということでお話ししたいと思います。まずちょっと、プチ自慢じゃないですけど、お前どの立場から言うとんねんということで、僕のねマイクコレクションをちょっとご紹介しちゃおうと思います。じゃーん、ここにあるんですよ。一番やっぱり結局一番使うのがもう二言目には僕は言いますね。ノイマンの U87 です。でこれは現行品の AI じゃなくてU87 の後に何もつかないタイプなんだけど、確か1984年か5年ぐらいのものですね。だからヴィンテージマイクっていうことではないけど、ちょい古い品ですね。でこれもヴィンテージキングさんから買いました。とにかく AI じゃない87でなんか状態の良さそうなものをお願いしますっていうことで頼んで、それでもね35万ぐらいで買えたんじゃないかな。本当87って性能っていうか、なんて言うんだろう、本当にワークホースと言える機材なんで、全然コスパという意味では素晴らしい製品だと思います。はい。とかでね、次だったかな、これワンダーオーディオのね、ご覧の通りこれはノイマンの 47U47 をのクローンですね。いわゆるクローン機材です。でワンダーのフラッグシップの当時 CM7 が一番高いやつはね、すっごい高かった。50万以上したのかな。でこれはちょっとそれよりは下のグレードで CM7GT っていうシリーズがあったんですが、今はねそのシリーズもうやってないんだけど、 CM7GT のね M7 カプセルと K47 カプセルっていうのがあって、これは M7M7 カプセルを使ったタイプで、ちょっと甘い音の傾向ってことなんですけど、すごい良いマイクです。もちろんその本物の U47 と比べちゃねダメなんですよ、クローン機材って。もう今ではそのいろんな機材の楽器屋さんのサイトとか YouTube でもねいっぱい視聴動画出てますけど、ヴィンテージの47とこういうのを比べてる動画もいっぱい出てます。でそれこそねワンダーだったり、いっぱいあるんですよ、クローン出してるメーカーって。ペルーソとかもそうだし、出さない方がいいんじゃないっていうぐらいね、僕からしたら違う。そうね、そのヴィンテージがこれぐらい素晴らしいとしたら、こんなもんじゃないみたいな悲しい現実あるんですけど、でねクローン機材持ってる人よく言うんですけど、とはいえこのマイクにはこのマイクの良さがあります。だから今も売らずに持ってますね。大体の録音は87でできちゃうんだけど、前にもブログでも書いたかもしれないけど、音数が少ないバラードとか生楽器の多い曲とかではねこっちが活躍することもあります。すごくいいマイクで、そうですね、うちで録音したアーティストではやっぱりこれが一番怖いというか、自分のなんていうの弱点も聞こえちゃうので怖いマイクだみたいなことは言ってましたね。はい、これがワンダーの CM7GT ってやつですね。はい、とかでーん、出ました。 800G が出ちゃいましたね。はい、これについてもまた別の動画で語ろうと思うんですけど、ソニーの C800G 名機ですね。これもまたディスコンになっちゃったんですけど、本当にね20世紀のというかレコーディングの歴史でほとんどの録音ってドイツかオーストリアのマイク、ノイマン、テレフンケン、 AKG でもうほぼ全ての録音ってね賄われてるというか賄われてたんですよ。ダイナミックは別としてね、手話にしてもゼンハイザーにしてもいろいろあるんですけど、特にボーカルに関してはもうノイマンかテレフンケンか AKG がほとんど
だったところでこのソニーのね 800G っていうのが食い込んだんですよね。90年代後半とか2000年代とか、いわゆる特にアメリカのメインストリームのねヒップホップ R&B とかではもう必須のマイクで、ね、皆さんも愛するドクター・ドレー、ね、エミネムももちろんこれ使ってたし、 R ケリーとかマライア・キャリーとかね、皆さん知ってるかもしれないですけど、そのドイツオーストリア連合にねこの食い込んだこの 800G っていうマイクはすっごいマイクなんですよ。偉大、すごく派手で速いマイクですよね。反応の、びっくりするようなパワフルなマイクで、シングル向きっていう自分ではねイメージですね。派手な曲シングル向きで使ったりします。はい、あと今はもう売っちゃいましたけど、テレフォン券の復刻の方の E ラムシリーズとかも持ってたし、ワンダーもね、ワンダーじゃない、ブラウナーもね2本ぐらい持ってましたね。そんなことでいろんなマイク使ってきた自分の経験上踏まえつつ、1本目に買うべきコンデンサーマイクってことなんですけど、前置きがいつも長すぎるような気がするんで結論から言いますと、ロードの NT2A です。はい、ロードの NT2A はサウンドハウスさんで27,800円ぐらいだったかな。税込み3万ちょいのマイクですね。初心者の方というか1本目に買うには高いとも思うんですけど、1万円2万円のマイクも今いっぱい出てるしね、特にそうオーディオテクニカとかも安いの出してるんだけど、やっぱりねこの NT2A がねおすすめなんですよね。もともとそのロードって言ったらコンデンサーマイクが一般の人でも買えるようにしたのってロードなんですよ。それまではノイマンのマイクとかっていうのはスタジオにあるものであって一般の人が持ってるものじゃなかったんですよね。あくまで業務用の機器だったコンデンサーマイクを我々市民が買えるようにしたのがそのロードの偉大な功績だと思うんですけど、90年代の後半前半だったかな NT2 が出たので、その時はね本当に見た目も87そのものだったんですよね。で今は現行品は NT2A っていうちょっとバージョンアップしたものになってるんですけど、音の傾向的にはね素晴らしいですね。でそのロード、NT1 もいいマイクなんだけど、その NT2 系のマイクって何がすごいかっていうと、その言ったら例えば AKG の C214 とかテクニカの4040でもいいんだけど、3万前後のマイクって高性能でこう全然いいマイクたちなんですけど、そのね87の代わりを目指して作られてるのね、そのロードの NT2A っていうマイクは。でその AKG のマイクとかテクニカのマイクってある種ノイマンから比べるとね涼しい音がするんですよ。上半身がすっきりしてて癖がない。だからリードボーカルとか主役にしたい時にね、僕はノイマンの方が好きなんですよ。言うたら僕ノイマン原理主義者ですからね。センターラインを担当させる、主にボーカルだけどに必要なね押し出し感というか主役感っていうのがねノイマンにはあるんですよ。もちろんテクニカのマイクだろうがその AKG の安価なマイクにしても後処理すればっていう話はねもちろんそうなんですけど、そのマイクの持ってる素性としてノイマンが持ってるこの主役感、こう中高域が前に張り出してくる感じっていうのがねそのロードのマイクにはねあるんですよね。で僕もね前にも話したけど、機材は初心者機からプロ機へ飛ぶっていうのが理想。中間機は結局後でいらなくなるっていう話したと思うんですけど、自分はステップを踏んできちゃったのでいろいろ買ってたんですよ。その MXL とかも買ったし、ノイマンの安価な TLM103 とかも持ってたし、 AKG の C414 も2本ぐらい持ってたんですけど、どれももちろん後で頑張って加工すればちゃんとリードボーカル例えばの役割を果たせます。
けど、そのマイクの持ってる元々の性格というか、そのね、地型の強さみたいなところで言うと87より安いマイクで一番その87に近いね主役感が出しやすいんですよ、この NT2、 今で言うと NT2A がね。でこれがね他のメーカーのマイクにはちょっとない特徴なんですよね。だからそのロードが本当に90年代から2000年代からずっともう世界中で爆発的に売れたんですけども、それも本当うなずけるというか、そう素性というかね、性格、この中域から上にこう前に出てくる主役になれるっていう、その独特のプレゼンス感みたいのがロードのマイクにはあるんですよね。なのでちょっとね初心者の方的にはその1万円ぐらいで抑えたいとも思うんですけど、ちょっと頑張ってこのロードの NT2A 税込みで3万ちょいしちゃいますけど、これ買っとくと、この話も何回もしてるんですけど、それさえ持っておけばあとはインターフェースのプリアンプで大丈夫です。でインターフェースのプリアンプと NT2A を持っててバズらせられない人は何持ってたって一緒っていう、そのある種のなんていうの NT2A 持ってれば言い訳できないと思った方がいいと思うんですよね。なんでちょっと頑張る必要あるかもしれないけど NT2A はすごくおすすめです。はい、はい、そんなことで3日後の3日後ってこの動画いつ発表するかあれなんですけど、1月16日に RME の新作がいっぱい出るということで、もうめっちゃ気になってますね。自分もインターフェースはね RME のものをほぼ一時期はちょっと違うリンクスとかも使ってたんだけど、一番 RME を使ってる時期が長くて、今も RME の厳密に言うとインターフェースはPCIe の AES32 でコンバーターも RME のコンバーター使ってるんですけど、新作楽しみですね。多分皆さんも今はそれこそベイビーフェイスプロとか売れてると思うんだけど、その辺ね UCX とか UFX とかの新作が出るのかなっていう感じもしますよね。楽しみですね。はい、はい、というわけでこのチャンネルでは、レコーディング機材、特にマイク、プリアンプ、アウトボード、あとゆくゆくはプラグインの話とかもしていきたいと思っています。はい、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おかしんチャンネルでした。ありがとうございます。